私は今サンフランシスコに来ておりまして、サンフランシスコにある、中国製、慰安婦像が建てられているところを、見にやってきました。これからライブをスタートさせたいと思います。私は今この、像が建てられているすぐ隣というのが中華街になっておりまして、その中華街の中に立っています。でちょっと様子を、周りを映してからその公園の現場まで歩いていきたいと思います。それではちょっと様子の紹介からいきたいと思います。でちょっと雨が降ってるんですが、歩ける感じなので、では行きます。もう辺りが暗くなってきてはいるんですけれども、さっきから道の方でですね、花火がみんな花火をやっていて、道がとっても賑やかになっている状況です。はい、あっちでまた花火をやっております。おお、ここはサンフランシスコの中華街になっております。なんかこの近くのお店で買って火をつけて、道の真ん中で花火を上げているっていう感じだと思います。はい、ちょっと道がですね、結構旧正月だから爆竹をやってる、そういうことなんですね。はい、道がですね、結構汚れております。で奥の方でもですね、こうやってこっちの方で花火をやっております。ちっちゃい子供がですね、お父さんから花火をもらっている感じですね。爆竹の音がしますね。これはなんだ、ジャッキー・チェンじゃなくてブルース・リー。こういう様子の、もうここに来ますと、要するに中華街ど真ん中にあるわけなんですけれいるわけなんですけれども、すぐそばの公園にこれから今からなんか多分でっかい爆竹をやると思います。ちょっとこれまでご紹介してから公園の方に歩いていきたいと思います。ここは、私は今中華街、サンフランシスコの中華街におりまして、なんか多分使い方を教えてあげてるんだと思います。多分これ開けなくていいよ、上に火つけたら全部がバチバチいくんですよって多分教えているんだと思います。多分この爆竹の使い方を多分この人は中国人じゃないのでわからないんだと思います。それで開けようとしていて、ではじゃあちょっと離れて、あっちでも花火が。超うるさいすごっはい、こんな感じでですね、お店で爆竹とか花火を買って、道端真ん中でやっている様子です。
Sounds like a rat. はい、今日は今火つけなかったけど残ってたやつが火ついたのかな。怖くて道歩けないですねここは。今火つけようとしてる。Oh my goodness! ちょっと危ないですね。多分爆竹の使い方をわからない人たちがここで花火とか爆竹をしている様子が見られます。さて、私がここに来たのはこの旧正月を祝うためにやってきたわけではなくてですね、中華街でそれをお祝いしに来るためにやってきたわけではございません。私がいるところをちょっとこれで様子をご覧いただいたと思うんですけれども、サンフランシスコの中華街のど真ん中におります。で今もう夕方5時6時前ぐらい、爆竹が飛んでこないからちょっと怖いですね。なんですけど、この中華街のど真ん中もすぐ隣に公園がありまして、その公園私有地を市に寄贈し、そして慰安婦像も、この市に寄贈してですね、公的な、もうやだ、公的な、私有地に建てられたこの情報戦の慰安婦像がアメリカでこちらは3番目の慰安婦像になっておりまして、ここはなんと、慰安婦像っていうののこの構図は、情報戦の一環として、フロントは韓国なんですけれども、その後ろにいる背後にいる情報工作を行っている主体というのは実は中国であるっていうのをこの間、マイケル・ヨンさんが解説してくださいましたけれども、ここの地に来ますとそれがもろに分かります。しかもここはですね、なんと、中国系の団体が私有地も、寄贈しているということで、もう後ろに隠れるというよりはもうこの隠れることなくこの情報工作をサンフランシスコの地で行っているわけなんですよ。でそのところにやってきましたので、ではこれから行きたいと思います。はい、じゃあじゃあ様子を見ながらここがどういう風な雰囲気の中華街なのかっていうのをちょっと見ていただきたいと思います。はい、でじゃあさっきのもうこういうお店もですね、このチャイナの洋服があったり、チャイナドレスか、おいまたもうやだ、もう爆竹私あんまり好きじゃないんで、このお店で爆竹を皆さん買っていたと思います。ここに売ってる。はい、これですね。ここに爆竹売ってます。You know which one is the really loud one? これが爆竹ですね。これは可愛いです。sorry. You're fine, you're fine. Go ahead. はい、値段もご覧いただきましたでしょうか。こんな感じです。okay, sorry. はい、ということでこの奥をまっすぐ歩いていきますと、
もう中華街の方にどんどん入っていく感じになりますが、ではじゃあ公園に向かって歩いていきましょうか。こんな感じです。燃えかすがですね、そのまま残ってます。これですかね。セレブレイト。今年はこの新しい年を毎年と違う感じでお祝いしましょうって書いてます。で、そうだ。近づく前にですね、この慰安婦像に関してなんですけれども、ここでまたやるのかな。慰安婦像に関してなんですけれども、皆さんもご存知の通り、産経新聞でも大きく報道を何度もされていますが、この市がですね、この慰安婦像を受け入れをしたということで、もともとサンフランシスコとこの大阪市は姉妹都市関係にあったんですけれども、この出来事をもって大阪市の市長、吉村市長がこれを解消するというふうにこっちの市に申し出て、で、話し合いをしましょうということを日本側も提案したんですけれども、サンフランシスコ側が一方的にですねこれを進めてしまったので、姉妹都市関係を解消するということにもなりました。やっぱりこういうふうにですね毅然とした対応っていうのは大事だと、思います。で、今ですねこれから現場に歩いていきたいと思いますが、ちょっと待ってください。Let's walk. Yeah. No, I'm not gonna do it. Yeah, here it's fine. There's a Trans-America building over here. You walk up. Trans-America building is over here. I'll show you. Trans-America building. Oh, there's Bruce Lee, but the famous Trans-America building. So if you're looking at San Francisco, everybody looks at Trans-America building. It's like the Golden Gate Bridge, Chinatown, and Trans-America building. So not this one, but over here. That. The pyramid-shaped building. でですね、今日こちらでも、この間ですねインタビューさせていただいたマイケル・ヨンさんも一緒に来られておりますので、紹介させていただきたいと思います。Hi. Here we are, Chinatown, and you can see they're still doing fireworks from Chinese New Year. And behind us is, can I take this? I'll show you. Or in front of us, there we go. There it is, Trans-America building. So I'm sure you've seen that when you look at any, photos of San Francisco, you'll often see the Golden Gate Bridge, and then you'll see this building in the background. Often they try to get both in the same photo. And then, of course, Chinatown. Japanese. Oh, sorry. この三角い建物を皆さん見てくださいと、このチャイナタウンであるとかゴールデンゲートブリッジっていうのはサンフランシスコのランドマークっていうんですか、観光なんですけど、これもですねTrans-America building. トランスアメリカビルディングという有名な建物になっております。So this is the famous Chinatown. I've been to Beijing and Shanghai quite a few times, and this is more Chinese than Beijing. アメリカ本土に行ったことあるんですけど、北京よりもこっちの方が中国みたいですということでおっしゃっております。ではですね、この
まっすぐ歩いていきたいと思います。チャイナタウンって書いてますね。チャイナタウン。Did you see the sign? Yeah, it's been here a long time. You know, Chinese started to come over to America big time in the 49, 48, 49, I don't remember, but it's about 1850-ish, something like that. 1850年代にアメリカに中国人は来だしたそうです。For several reasons. Well, actually, I read a book about it last year by Gordon Chang. Not Gordon. Yeah, Sacramento. Wait, down there, I think it's Chinatown in Chinese. Oh, in Chinese. Yeah. Okay. Oh, I see. Yeah, yeah. 東人街って書いてもこれは多分チャイナタウンって意味ですよね。I'm sorry. Go ahead. So, back in the about 50s or so, Chinese were coming for different reasons. One was to help build a railroad, and also and for gold rush as well. And so I read a good book on it last year by Gordon Chang, not by the Gordon Chang that I do weekly radio shows with, but by the other Gordon Chang. And it's there's two Gordon Changs. ゴードン・チャン氏という方の書籍を読んでこの歴史について、学びましたと。Speaking of which, I'll be on the radio tomorrow with Gordon Chang. We're going to be talking about Hong Kong. We're going to be talking about Jimmy Lai, who's being held hostage now by CCP. This is facing wrong. There we go. And so tomorrow I'll be doing a radio show with Gordon Chang and John Batchelor about Hong Kong. 明日ですね、マイケルさん、私は、ゴードン・チャン氏のラジオ番組に出て香港の話とかをする番組でお話をする予定にしておりますと。So, how can they find the show? On the John Batchelor show, Batchelor as in Bachelor spelled like unmarried man, Bachelor. ジョン・バチェラーショーというもので検索していただければこのラジオについて、お分かりいただけます。Okay, so we're closer to the park. Yes. Now, it's not a coincidence, of course, that この中華街とこれからも角の方に公園はあるんですけど、この位置っていうのは単なる偶然ではありません。that this is by Chinatown. 隣にあるっていうのは偶然ではもちろんありません。慰安婦像が位置しているのは。And notice the Catholic Church here, St. Mary's Church. そしてここにはセイントメリーチャーチという、カトリックの教会がありますが、これも偶然ではありません。Now, my incredibly good Catholic friends know I'm not attacking the Catholic Church. I grew up, one of my best friends that I was born in the same hospital with 3 days apart is super Catholic. でこの話をすることによって自分がカトリックを攻撃しているわけではないというのは自分のもう3日離れて生まれた。And there is a rift. There is like a fault line in the Catholic Church, whereas the Pope is clearly on the side of CCP. この教皇がですね、宗教の側に立っているというのはこれは明らかなことです。So it's making many Catholics very angry because most of them don't like CCP. でその教皇のことについてカトリックの信者たちはそのことに関して教皇についてもうとても怒っていると。なぜならカトリックの人たちは宗教が好きではないからです。Now, when I first started studying comfort women issue in 2014, so what, 7 years ago? 7年前に自分がこの慰安婦問題について取り組み始めてから Many people thought that they thought that we're waiting for the crossing. They thought that the Pope was fooled into supporting comfort women issue back in 2014, but 2014年の頃ちょうどその頃っていうのはこの教皇は宗教に騙されていたと思っていました。But I don't believe he was fooled. 騙されてたわけではないと自分は思います。Watch out, this is slippery. I don't believe he was fooled because I flew to Korea, thanks to Japanese donors, by the way. It's very expensive. 日本の、協力してくださった、寄付してくださった方のおかげで韓国に行って調査をすることができたんですけれども、そこに行ったことでこの教皇が単に騙されていたっていうわけではないということが分かりました。So I flew to Korea and realized
and realized that the Catholic Church in Korea, in Seoul, is in the middle of it. For instance, I watched the statue for 3 weeks down by the Japanese embassy. でそこに行って分かったことはこの So you said 3? 3 weeks. No, I mean the what's in the middle? Korea Pope and then Oh no, the Pope. The Pope 教皇と is clearly supporting CCP. It's really obvious. The Catholics can see it. Even all of Poland can see it. You know, Poland usually. I lived in Poland for 2 years, right? Polish people love the Pope. They call him Papa, like father, right? But they don't like this Pope. They don't like this Pope ポー at ラ all. ンドの人たちはパパというふうに教皇を呼ぶぐらい教皇のことが大好きなんですけど、今の教皇のことは嫌いですと。で韓国に行って調査をしたことで、この教皇が単に騙されていた、慰安婦問題について騙されてたわけじゃなくて、重要な役割をする、工作する側にいたっていう、宗教の側に立っていたっていうことは明らかになりました。It takes special effort to make Polish people not like the Pope. Really, that's like making me not like ice cream. ポーランドの人たちが教皇を嫌うというのはとてもじゃないとなかなか起こらないことで、なかなかそれを難しいことです。だから私がアイスクリームを私にアイスクリームを嫌わせると同じぐらい難しいことです。 This cross. はい、Okay, let me tell you, tell people. ここの目の前がですね、この慰安婦像が建てられている公園になっております。でもう一回言いますけど、ここからカメラを回して分かる通り、すぐここに、チャイナタウン、そして反対側に教会があって、道を挟んでこの角の方に公園があって、ここが、私有地だったんですけど、ここが寄付されました。でこの名前は Saint Mary's Square。So the name of this It's Park- St. Mary's Square. That's where they have it. Same As this church. Oh. St. Mary's Cathedral Are and these St. Mary's Square. related? Oh yeah, this is definitely from that. この教会と同じ名前の公園に、像があります。Okay. And so again, the Catholic Church is not the Catholic Church, the whole Catholic Church. I'm not Catholic, by the way, but many of my very close friends are Catholic, so I'm being very careful because I know some of them might. Like Jason Morgan is a very good friend of mine. You know, Jason Morgan speaks Japanese better than Japanese, I think. Yeah. And he's super Catholic, and he's a good friend of mine. So he might see this. So I'm not attacking Catholic Church, Jason. 私の知り合いにも、例えばジェイソン・モーガン先生、日本語がとても上手なジェイソン・モーガン先生もこれを見てると思うので、ちゃんとカトリックを攻撃しているわけではないというのはちゃんと強調したいと思います。And so, but when you go to Korea, for instance, you see that the Comfort Women statue across from the Japanese embassy. Of course, they moved the embassy now. Is that's sponsored? I mean, I went to Korea and I spent a good amount of time there. I went to Jeju. I was in Seoul. Go to the Comfort Women museums, that sort of thing. And the Catholic Church is 100% behind it in Korea. 最終島ですとか、このソウルとかいろんな大使館のところとか調査に行ったんですけれども、そこに行って分かったのは、カトリックの教会がこの工作の背後にあるというのが分かりました。In fact, there's a friary, if you know what a friary is. It's where the monks study and that sort of thing in Seoul, and they have one of these statues. I went there. Wait, I'm sorry. They have a I'll spell it, friary, Friary. フライアリーというですね、ちょっと私もこのことが分かんなくて今スペルを言ってくださったんですけど、そのカトリックに関係するこのフライアリーというところにも像が建てられておりました。このフライアリーというの分かる人がいたらちょっとコメントで修道場。So if you are in Seoul or you go to Seoul, look up the friary, Catholic friary. I'm sorry, I've forgotten the name. Even though I've published about it, and you can look this up in Japanese, you can see that on my Japanese web blog, it's been translated to Japanese with photos from the friary. It's the Catholic friary in Seoul. I've been there, I photographed it, I wrote about it. It's online in Japanese. So the statue is within the building? Outside. So you can go there at night. Yeah, it's outside the building. 多分この修道院のすぐ隣にもソウルのですね、
慰安婦像が建てられているそうです。There's numerous statues in Seoul. I've been to all the ones that they had at that time, and I spoke with the man and wife who make the statues for $30,000 each. 300万で1体作っているんですけれども、その作っている夫妻にも会って調査をしました。で、他にもいろんな像も建てられていて、そういったところを当時回れるだけ全て韓国に回ってきました。Sorry, I'm always looking around me here like I'm suspicious because I am. We're in San Francisco. すいません皆さん、僕はキョロキョロして何かを注意しているように挙動不審に見えますが、なぜかというと我々はサンフランシスコにいて周りをきちんとチェックしないと危ない環境にいるからです。Not to mention that we're live right now, and obviously the people who run the statue, which is CCP, can see us live and can come down. Sometimes when I'm doing live and when Masako's doing live streams, people actually show up because they're watching the live streams. で、ライブ配信をしているということもあるんですけれども、ここは、中共によって運営されているため、この中共も今このライブを見ていたら、このライブを通して自分たちがいるここにやってくることができます。で、現に、そういった人たちじゃないんですけど、応援する人たちとか見ている視聴者がこの現場に来るっていうことはありますので、気をつけながらやっております。And so let's Okay, let's show. I'll let you lead the way. ちょっとですね、雨降ってるので、まあいいや、はい。ではじゃあ進んでいきましょう。で、この公園はホームレスの人がいたりだとか、日中は子どもたちが遊ぶような遊具があったりして、家族連れがいたりだとかするような公園です。今日はちょっと雨が降っております。So tell your Catholic friends that they should not support churches like this. 皆さん、カトリックの信者の皆さんにお伝えください。こういったことをするカトリックの教会は皆さんはサポートするべきではありませんと。では中に入っていきましょう。はい、入りました。No need to tell Jason Morgan. He knows we talk about it all the time. ジェイソン・モーガン先生には言う必要ありませんよ。だってこのことについて私たちはよく話し合うからです。And he's very angry, as you probably see. で、皆さんも気づいていると思いますが、ジェイソン・モーガン先生もこの件に関してとても怒っております。で、目の前に遊具がありまして、で、公園はとても綺麗なんですよ。I noticed this park is kind of clean. It's clean, yeah. Well, I think for a couple of reasons. One is, well, it's a Catholic church park. Here, let's keep it up. There are homeless living in here. I mean, I was out here earlier and there were some homeless, ホー like ムレス smoking の人たち marijuana. がマリワナを吸ったりとかしている様子もここで見たりします。Okay. Nothing like going to the Catholic church to smoke marijuana, huh? And put up a comfort woman statue. で、ここにですね、サインがあって、サンフランシスコ、カンフォートウェメンメモリアルと書いてあって、矢印がついております。Okay, so let's walk up to the statue. はい、では、像の方に歩いていきましょう。 There's somebody here. Pick it up. Is that okay? Yeah. Show them around. All right, here's a playground for the children. ここがですね、子供たちが遊ぶ遊具があります。これはブーランコですね。And so, 周りを映しましょう。だいぶ暗くなってしまったんですけれども、ライトがあります。yeah. So that's the AT&T building, or at least it has AT&T written on the bottom. この目の前の建物は AT&T 携帯会社ですね。Or at least AT&T is written on the bottom. AT&T と書いてあり建物です。And, Oh, here- wait. and here's the statues up here. はい This one, では像に近づいてきました。この奥にある像です。Do you wanna talk yeah, before going there? yeah, and this one has 4 women, 3 young women and 1 older woman, and so this one probably cost more than $30,000. この像っていうのは、Hold on, something gets in our way. It's No, it's water on the just lens. light. It's just water on the lens. Okay. この像っていうのは見てわかる通り、1体ではなくて3体立っていて、下に1人立っているというような、状況です。And so yeah, and when I was at
in Seoul, I went to the office where Chongdae Hop, if you know who Chongdae Hop is, they run this this comfort women operation in Korea. 携帯教のことですね。They showed me a map of all, not just them, but the statue makers also showed me a map of all the future places they're putting statues. It was Future dozens, places. dozens and dozens. So you met them in Korea, right? Yes, I sat down with them, had lunch with them. 韓国に行った時に携帯教の関係者の事務所にも行ったりして、で、この人たちにマップを見せてもらったと。でこのマップっていうのは、今後どこどこに像を建てるかっていう計画の像を、地図を、見せてもらいました。I've published on this on my Japanese blog. So we stopped publishing on my Japanese blog. I can't afford to keep doing all these things. But it's on my Japanese blog in Japanese language. この私の日本語でのサイトをぜひご覧ください。で今は、この活動に相当お金がかかるということもあって続けられなくて、ブログなどもストップしているわけなんですけれども、その当時のものというのはご覧いただけます。So I had separate meetings. I had meetings with Chongdae Hop on 2 different major occasions, and for instance, inside of their office. And then I had a separate meeting with the statue makers. ミーティングは別々だったんですけれども、一つというのは、この帝大教とのミーティング、そしてもう一つは、この作った人たちとのミーティングです。And so that you know how these work, if you look online for the Comfort Women statue in San Francisco, you'll find a lot written about this, and you'll find many, many articles. It'll be in the news probably hundreds of times. Just do a web search now, right now, while we're talking, and you'll see. 聞きながら皆さん検索してもらったらいいと思うんですけど、このことについて検索するともう相当な数の記事が出てきます。And so, and then they'll have, false flag attacks on the statues. This is normal. Every time they put a statue in, there'll be attacks, quote unquote, that happen, and then they get big news. New York Times works with Asahi Shimbun, so every time something like this happens, you'll see it in New York Times. そしてこの像が立つと偽の旗作戦の攻撃が、よく起こります。偽の旗作戦の攻撃っていうのは要するに誰かが韓国のこの像を、攻撃したと見せて実は自作自演であったみたいな類の話ですね。これは私の補足ですけど、で、このニュースがまた大きくなってまたさらに注目を浴びるという風なやり方です。You want to walk to the statues? ではじゃあ進んでいきましょう。で今日ですね、これをライブでやるか録画してやるかっていうのをどっちにしようかって迷ったんですけれども、でもやはりですね早く届ける方がいいと思って編集時間かかってしまうのでもうライブにしました。どうしようかって考えたかっていうと、やっぱりこれはライブ配信っていうのは結構ここはですねもう中共のアメリカ国内でも中共の巣なんですよ。なのでここはかなり工作の中心地にやってきているという意識を持って我々やっております。それではやってきました。And so you can see here, they've changed the style of the statues over time. Many of the statues you see will just be the young girl sitting on the chair with the empty chair. Maybe this. Okay, yeah, we can put the statues behind us. 皆さんご覧いただきて分かる通り数が3つ横に1つあって通常は1体です。And many you'll see are just the young girl sitting on the chair with the empty chair beside her. But these are standing and holding hands, and then there's the older woman here. So there's four statues. 通常は、少女が椅子に座ってもう一つ空いている椅子があるっていう感じですけど、この像は立っています。で、ここには、この老人女性がここに立っているという感じです。And you can see they have a placard over here that talks about the normal information war. This is the first statue that to my knowledge that was just openly from China, right? Okay, right. 奥にはこの、説明文もあるんですけれども、通常のやり方の工作の形です。で、この像っていうのは、マイケル・ヨンさん自分が分かる限りでオープンで中共がこれを隠さずにこういうのを作っているケースです。Usually CCP and Yoshihiro Komori, by the way, he noticed the same thing.
that CCP, you know, the famous journalist, that 産 Yoshi. 経新聞の小森義久さんですね。We've talked about this quite a lot, Yoshi and I, both in Tokyo and on the phone sometimes. And he clearly sees that China is behind. It's not Korea behind this. A lot of Japanese and Americans think Korea is behind this. It's not. It's China is behind Korea. 小森さんと私はよく話もこれしたことあるんですけれども、小森さんも同じ考えで私はそれに賛成なんですが、たくさんのアメリカ人そして日本人もこの像の背後に韓国がいると言うんですけど、そうではなくて中共がいます。But this one is just openly China. これはもう背後というよりももう本当隠さずに中国がオープンでやってます。Now, remember this name, and I'll spell it for you. Russell Lowe. Russell Lowe. I'll say it again. Russell Lowe. ラッセル・ローという名前を皆さん覚えてください。もう何度も言ってますが、ラッセル・ローという名前です。Russell Lowe was the spy that worked for Dianne Feinstein. このラッセル・ローというのは、中共のスパイで、ダイアン・ファンスタイン It was our... Go ahead. 秘書、国会議員の秘書でした。It was our work who first revealed that he was a spy. You might not see that. You'll have to really look around hard. But you'll see that that actually came from me. That didn't come from me. It came from my team. I'm the face of my team. There's other people. この事実が発覚したのは実は私たちのチームがこれを明らかにしました。で、このチームといっても私が中心ですけれども、私の一緒にやっているチームメイトがこの事実を、世に明らかにしました。このラッセル・ローという人がスパイであるというこの事実ですね。So I did not actually discover it myself. It was one of my teammates. So I get credit though because I'm the public face, but I didn't do it. I wish I did. 私ではなくて私のチームメイトがこの事実を世に明らかにしました。私が周りから功績、褒めたたえられたりするんですけれども、実際はチームメイトの、頑張りです。And by the way, that was thanks to Japanese donors. That's the only reason we had the money to do the research. でところでそのリサーチが、調査ができたのも日本人の、寄付をして支えてくださる皆さんのおかげでありました。So the big Feinstein spy thing that you found out, the reason we even found that out was thanks to Japanese donors. この国会議員のダイアン・ファンスタイン、国会議員の、秘書のスパイ疑惑ではなくスパイ事件、これが明らかになったのはこの視聴者の日本人の皆様が支えてくださったおかげであるからです。ということで今ちょっとですね、なんか準備っていうかカバンを置きに行かれました。はい、これですね。でこういう風にして今私はもうジャーナリストの見習いみたいな感じでいろいろ教えていただいている状況なんですけれども、本当この現場を一緒に連れて行ってもらったりとかして分かるのは、まず情報っていうのは自分の足でその場に行けと。で、単純にここに来て何か誰かに聞くことで得られるっていうのは想像するよりもはるかに大きいものがあるから、もうできないだろう、そんな調査なんて簡単にできないだろうと思わずに、もう現場に行ってまず何か手がかりでも何でも単純に質問をすること自体もどれだけ大切なことであるかっていうのを、もうウィキペディアなんて絶対に使うなと、恥を知れと、これもしょっちゅうもうおっしゃっております。Now I want to say Russell Lowe. I've said all these words so I can say the next thing. The next thing is look up Russell Lowe. I'm now going to spell his name. I'll spell it twice. Russell Lowe, Russel. That's the first name. Hold on, I'm Okay. このラッセル・ローの名前をもう一回言います。でその次にこの名前を出したから次の話に進めるんですけど、皆さんがちゃんと分かるようにスペルを今から言いますので。Is this the Russell Lowe? Russell Lowe. That's him. That's him. Whoever just did that in English. Who is that? I can't read it. コメントで、ブルーフラミンゴ。Blue Flamingo. Can you put that in Japanese too, please? And so, thank you very much. ブルーフラミンゴさんがスペル出してくれましたが、皆さんそれ見てください。ブルーフラミンゴさんありがとうございます。Now look up Russell Lowe, Feinstein spy. He's the spy. ラッセル・ローと打って、そしてファインシュタインと打って、でスパイと打ってください。Now look, the things I'm going to tell you now are really incredible. So
Listen close. 今から言うことはもうとっても驚くことなんですけど、だから皆さん注意して聞いてください。After he lost his job because he's a spy, Okay, let me translate one at Okay. a time. この人がスパイということで職を解かれた後に、he now helped put in the statue. その後に彼がやったのはこの像を設置することでした。Look up Russell Lowe Comfort Women statue. ラッセル・ロー、そして、慰安婦像カンフォート・ウィメン・スタチューと検索してください。 Now look up Ignatius Ding. そしてその次にイグネーシャス・ディングと検索してください。 Ignatius Ding. I'll spell his name unless Blue Flamingo can write it down again. もう一回このイグネーシャスのスペルを言いますけど、またブルーフラミンゴさんか、別の方でも、スペル皆さんのために打っていただけたら助かります。Please. Ignatius Ding works with Russell Lowe. このイグネーシャス・ディングはラッセル・ローと一緒に、共謀しております。 Listen closely to what I'm going to tell you here. で、ここから、耳を大きく開けて聞いてください。 Ignatius Ding in Cupertino, California, which is just down the road from here. このイグネーシャス・ディング、クーパーはCupertino, California. クーパーティーノというカリフォルニアの地名です。 Ignatius Ding. Now look up Ignatius Ding and Rape of Nanjing. イグネーシャス・ディングと、そしてレイプ・オブ・南京と今度は調べてください。 Iris Chong, the author who committed suicide. I have her autopsy, by the way. アイリス・チャン、この人をまた次調べてください。この方は、自殺した方ですけど、この方の検視結果も私は持ってます。 We do our homework. Ignatius Ding is behind Iris Chong. このイグネーシャス・ディングはアイリス・チャンの背後にいる人間です。 Ignatius Ding is this close with Russell Lowe. そしてイグネーシャス・ディングとラッセル・ローはこのこの近く、これぐらい近い人たちです。 Rape of Nanjing is not separate from all this. It's all part of the same information operation, and they all work together. And it's quite obvious if you just spend months and months and years researching it like we did, thanks to Japanese support, by the なの way. でこのレイプ・オブ・南京というものとこの背後に、私たちの背後にあるこの像というのは、離れて関係のないものではなくて、もうとてもですね、関係性のあるものです。で、我々はこれをもう長年かけて調査をしました。それは日本の支援者の方々のおかげなんです。 Now, the things that I tell you now are easy for you to verify, but they weren't easy to find to begin with. It took a lot of effort, and now, due to a lot of the things that we published, more things came out, so now it's easy to check. It was not easy at the time. 今から、私が話をしていることは、チェックするのは皆さんが正しいかどうかチェックするのは簡単なことで、皆さん調べてください。でも最初にこれを発掘することはとっても大変なことであります。 Yeah, and it took a lot of time and a lot of effort and money, and so some Japanese supporters got frustrated because we couldn't tell them what we were doing. Oh, really? Yeah, we couldn't tell them what we were doing. And so, anyway, we ended up stopping most of the research because そして we couldn't say what we were doing. でこの調査っていうのは相当な時間と資金といろんなものがかかります。でこれが長くかかってしまうがために、いくつかの日本での支援者の皆さんはもう我々が何をやっているかっていうのが、音沙汰がなくなってしまったというふうに勘違いをして、それで支援をやめてしまったりだとか、当時自分たちは何を調査しているかっていうのを公表できなかったということもあって、現在に至っております。 So look up Ignatius Ding, Russell Lowe, Dianne Feinstein. イグネーシャス・ディン、ラッセル・ロー、そしてダイアン・ファインスタイン、この名前を検索して調べてください。 Russell Lowe was doing the driving and other assistant work for Senator Dianne Feinstein. ラッセル・ローは秘書で、この、セネター、上院議員のダイアン・ファインスタインの運転手などを全てをやってた人間です。 Russell Lowe, the Chinese spy for Dianne Feinstein for many years, was actually going to meetings for her at the Chinese embassy. このラッセル・ローは秘書だったわけで、このダイアン・ファインスタイン議員の代理で中国大使館にミーティングにも行くような人物でありました。 He had complete access for years. そしてですからアクセスとファインスタイン。ですから、このラッセル・ロー氏は、この議員の対するアクセスを完全に握っておりました。One of the most powerful senators in the United States, California.
でこの議員っていうのは、カリフォルニアの議員で、そして、アメリカで、アメリカの最も有力な議員の一人です。And so we end up with this, and the information war continues, and you see what's happening in the United States now. そして、ここにある、情報戦の続きっていうのがこれでアメリカでもいろんなことが引き続き起こっています。By the way, I flew to Nanjing researching this issue, and there's a statue there of Iris Chong, who they say wrote Rape of Nanjing. Personally, I don't think she wrote the book, and I'm not going to say who I think wrote it because that'll certainly get me sued, but I strongly do not think that she did it. でところで私はこれの調査のために南京にも飛んだんですけれども、その南京にも南京にはアイリスstatue of Iris Chong. Iris Chong is in Nanjing at the Nanjing quote unquote Rape of Nanjing War Museum, which is massive. I mean, it'll take your feet will be hurting by the time you get through there. 南京にある、この南京の、書いたのは実はこのアイリスちゃんではなくて別の人がやったというふうに今の時点で自分は考えています。でも代わりに誰が書いたかっていうのを今ここでは言いません。なぜならそれを言ってしまうと、この訴えられてしまいかねないからです。As you can see, this is like a normal sound for big cities in the United States. It's really, it's unbelievable. Like I spend years and years in Asia, and I hear this like once a week in Thailand. 皆さんこのサイレンの音、これがアメリカの、サンフランシスコという大きな都市での、当たり前の街の音です。タイに住んでいますけど、タイではこんな音は1週間に1回ぐらいしか聞くことがありません。And in big cities, especially blue cities, Democrat cities like this. 特に青い州、民主党の強い州はこんな感じです。Quite, crime is extreme in blue states and blue cities. この民主党の強い青い州や青い市というのは、犯罪率も高いんです。It's literally dangerous for us to be live streaming this right now, when knowing that CCP people will see this. They can dispatch people immediately. この文字通りですね、マジでっていう感じだと思います。もう本当にここで今ライブをしているっていうのはとっても危ない状況ではあります。これを見ている中共の関係者が、この手下をですね、ここにすぐ派遣することもできます。Going back to the rape of Nanjing, they make it sound like Iris Chong. By the way, Iris Chong, her father was a physicist. Chinese mainlander physicist, right? Physicist. He studied physics. He was a scientist. Right? このアイリスちゃんのお父さんはところで物理学者でありました。And according to the public story, his mother, also a mainlander, was a molecular biologist. Molecular. She studied biology at the molecular level. でこのお母さんの方は、同じく物理学なんですけれども、分子、モレキュラー、分子物理学者、こういう感じにしておきましょう。すいません。ちょっとどなたか分かる方ですね、それを入れてくれたら、分子生物学者、ありがとうございます。でした。According to what's been published, they met in Taiwan, and then they moved. Her parents, Iris Chong's parents, met in Taiwan. 両親は台湾であったそうです。Her parents were both scientists. で、両方2人とも科学者。They moved to America. アメリカに移動しました。引っ越し。Iris Chong was born in America. Therefore, she was an American citizen, just like me. で、アメリカで生まれたということで、グーネスちゃんはアメリカ人、私みたいにアメリカ人でした。Well, I'll be careful here, but there are Americans and then there are U.S. citizens, and there's a slight difference. で、ちょっと気をつけないといけないんですけど、アメリカ人とアメリカンシティズン and American what? U.S. citizens. There's people with the paper and there's people with the heart. この US シティズンとアメリカンシティズン、言い訳をしないといけないんですけど、なぜならペーパー、書類上のアメリカ人と心から本当のアメリカ人という2種類います。
people with the heart are Americans. People with the paper are U.S. citizens. この私が言っているのは、書類上のアメリカ人は US シティズンで、心からアメリカ人はアメリカンシティズンと言ってます。And Iris Chong was clearly a U.S. citizen. で、アイリスちゃんは、明白だったのは、書類上の US シティズンでした。Engaged in information warfare against the United States and against Korea and against Taiwan and against Japan. 情報戦をやっておりまして、アメリカに対して、台湾に対して、韓国に対して、そして日本に対して。She was recruited by Ignatius Ding. 彼女はアグネーシャス・ディンに、リクルートされました。And with Ignatius and others, she wrote the book. こういった人たちと一緒に彼女は、本を書いた。Rape of Nanjing. Rape of Nanjing を。She never went to Japan 彼女は日本に一回も行ったことありません。to interview anybody. She never went to Japan at all, as far as I know. インタビューする Maybe た you め can correct me on that if you can find it, but I didn't find any evidence that she went to Japan. インタビューをするためにすら日本に行ったことないというか、そもそも日本の地に足を運んだことがありません。もしこの情報が間違っていて何か証拠が他にあれば皆さん私に提供してください。You'll see the subtitle of the book is Rape of Nanjing, Holocaust of Asia, I think, and something about the woman who could not forget, meaning Ignatius, not Ignatius, well, let's say who's the author of this book, Iris Chong. They call her the woman who could not forget. But I've looked over and asked many people to help me. Do you have any video of her ever speaking Cantonese or Mandarin? Negative. Other than like hello, right? Or ni hao or something. で、この本のサブタイトルには、忘れることができない女性というふうに書かれているんですけど、彼女自身が、広東語であるとか、マンダリン、この言葉を喋っている、ハローっていうこんにちはっていうフレーズ以外で喋っているビデオもありません。見たことがありません。The fact is, she had the Chinese face, but she was a U.S. citizen, born in America, educated in America, completely U.S. citizen, and didn't know anything about this, and she said so as well. Ignatius, I'm sorry, go ahead. このアグネスちゃんは顔は中国人でもアメリカで生まれ、アメリカの、大学に行き、学んだ、アメリカ US シティズンで、ありました。で、今ちょっと近づいて、maybe do you have a Yeah, I was looking for my light. Yeah. Yeah, I was looking for in that bag. ちょっと But 暗 I'll い。use this one. で、今ですね、ちょっとLet me clear this out. But I so can hold it. Ignatius Ding, this is like a horror movie. ホラームービーみたいだなと。Especially when we're out here by Chinatown live streaming about how bad CCP is. This is how horror movies start. 中華街の近くでこの暗い中で像の近くでそして中国の宗教がいかに恐ろしいかっていう話をするっていうのはとてもホラーみたいなもんです。So Ignatius Ding and other information operators were traveling around the United States giving speeches on Nanjing. このアグネース・ディンなどこういった、この情報工作をする人たちは、南京のことに関して講演をして回っておりました。アメリカで。Iris Chong attended one of those. アイリスちゃんはその一つに参加しました。And said she was reduced to tears. そして彼女は、泣いてしまいました。Which could be expected because she was mentally ill, according to her and according to her family. でそのことに関しては彼女自身もそして彼女の家族も言ってることなんですけど、精神的な問題があったためそういった状況になるというふうに考えられます。For details on her mental illness, just web search Iris Chong mental illness. この彼女の精神病に関してはメンタルイルネスアイリスちゃんと検索してください。So she's a perfect clown. In information operation, she would be called a clown. この彼女は完璧な、クラウン、hold on, I'm looking for the word in Japanese. これはlike a puppet. Like a sock puppet.
まあこの操り人形ですね。She was partly a clown, but also a sock puppet. 彼女は What's the difference between puppet and A clown does things to make you look bad, right? Because she also tried to make America look very bad. That's a separate story. We can talk about that on a different live stream. OK だピエロここではピエロって訳しておきましょう。ピエロっていう一面もあって、それはアメリカを悪く見えるような工作をする状況。そして、まあ、操り人形その2曲。If she did not shoot herself in the head, she would be probably out with BLM or Antifa right now. もし彼女が自分を撃って自殺していなければ、今頃 BLM やアンティファと一緒に活動をしていたことでしょう。That's the sort of person we were dealing with. そういう人間と我々はやり合っているということです。But I don't want to insult her because she was mentally ill. でも私は彼女を、攻撃したくは侮辱したくはありません。なぜなら心の病を抱えていたからです。But she was a perfect operative because, first of all, her English was as good as mine is. She's high university level graduate. でも彼女はそういった工作をするのにとてもいい工作員でありました。なぜなら私のように英語が、堪能で、そして、高等教育、大学の高度な教育を受けていたからです。I've forgotten where Iris Chong graduated from, but it was either Yale or Harvard or Princeton. It was one of those. このプリンストンとかハーバード、イェール、そういった大学どっちかは忘れましたけど、そういったところで卒業した人でした。And so, she could be what obviously I would say was what we call a red diaper baby. レッドダイパーベイビーと我々が呼ぶところの、人でした。A red diaper baby is a child who is born of communist parents. レッドダイパーベイビー、ダイパーというのはおむつなんですけど、このレッドダイパーベイビーというのはどういう人のことを表すかというと、共産主義者の子供として生まれた人のことを言います。And so every generation we have new red diaper babies born every day. ということで、どのマイジェネレーション、世代でそういったレッドダイパーベイビーが生まれています。今も。So Ignatius Ding was going around to universities giving his speeches. Iris Chong was in one of the speeches about the Rape of Nanjing. She was reduced to tears, according to her own story. And then they approached her about writing the book. そういうわけでアグネーシャス・ディンが講演をして回っており、その一つに南京のことについてあって、でそこに、アグネスちゃんが参加をし、そこで、彼女は衝撃を受けて、そういった出会いから彼女にアプローチをすることになったわけです。Which was guaranteed to be a New York Times bestseller because New York Times is like this with Asahi Shimbun, who is like this with China. でその本っていうのは、結果的に、全米ナンバーワンニューヨークタイムズでもうナンバーワンの売れる本になったわけなんですが、それはなぜかっていうと、この朝日新聞やニューヨークタイムズがとても近い関係にあるのと同じように、彼らとニューヨークタイムズは近い関係にあるからです。And so Iris Chong did the ultimate book tour, which kept on going until she shot herself. その本が出てから彼女は、実施するまでずっとそういったこの講演活動を、継続することになりました。And so that's part of how this information war is working. She was recruited, they pumped up her book, it got thousands of newspaper articles, sold millions of books, translated into dozens of languages. I've forgotten how many now, but it's many dozens.And now everybody knows the story. こういうわけで情報工作が進んでいくわけで、彼女はリクルートされ、そして本を書き、それが大きなニュースとなって、そしていろんな言語で翻訳をされ、そしてそれが今のみんなが周知するところになりました。And now remember, the same people behind the Rape of Nanjing are behind this. そしてこのレイプ・オブ・ナンキンの背後にいる人たち、同じ人たちがこの、像の背後にいます。The hollowed statue. Wait, like something is strange. What is it? Like... Right. Oh, thank you. There we go. So, and this.
That's what they're behind. It's all information war. そしてこの像の後ろにもいます。皆さん見えますかね？ Okay, I need to back up. こういう像ですね。はい。3名の女の人が手を握ってお互い背を向けているという感じの像です。ちょっと回りましょう。こういう感じです。皆さん見えますでしょうかね。こういう感じの360度から見て、見える像で、ここにこの老人の像があるっていう感じです。Let me get a better flashlight. If you want to keep talking, is there anything else you want to ask me, or yeah, is any Japanese people? I think they would. Oh, okay. We'll put the light on this one. If anybody has any questions, I'll try to answer. で、皆さん見ている方でもし質問が、ある方がいらっしゃいましたらまたお答えしますので質問をどうぞと。で、その前にですね、ここにですね案内板があるんですよ。で、ここの日本語のところを、映してみたいと思います。私たちにとって最も恐ろしいことは第二次世界大戦中の私たちの痛ましい歴史が忘れられてしまうことです。元慰安婦。この記念碑は1931年から1945年まで日本軍によって制度令にされ慰安婦と呼ばれたアジア太平洋地域13カ国にわたった何十万人の女性と少女の苦しみを表しています。その女性たちの大多数は戦時中囚われの身のまま命を落としました。この暗い歴史の大部分は生存者が勇敢に沈黙を破った1990年代まで何年も隠されていました。生存者たちの証言が世界を動かした結果、戦争手段としての性暴力が人道に対する罪であり、加害国の政府が責任を負わなければならないと国際社会が宣言することとなりました。この記念碑はこれらの女性たちの記憶のために捧げられており、世界中での性暴力や性的人身売買を根絶するために建てられたものですと。こういうですね文章があります。Okay, thank you. This is not by the same. According to this, it's not by the same people, that I met in Seoul. This is saying the statue is by San Francisco Arts Commission. このサンフランシスコアートコミッションっていうところが作ったと言っています。I don't know what their relationship. It's been a while since I've researched this, so I don't remember the details in specifically. But this is giving him credit for the statue. で、この人のことはちょっと詳しくはわからないんですけど、別の人がこれは建てて、人間がですね。And 2017. 2017年に建てているということに、なっております。You can see they have it in Korean language as well. 韓国語でも書かれています。And it looks like Bahasa. Bahasa? It's not. I'm not sure. What language is this? Or maybe it's I thought it's English, but it's not. No, it might be Bahasa. I don't know. What is Bahasa? It's a language spoken in Indonesia and Malaysia. マレーシア、インドネシアで話されているこれは言語かもしれませんと。Okay. Or might be Tagalog. I'm sorry, I don't speak Tagalog or Bahasa. タガログ語かもしれません。Could be Chinese. Yeah, everything starts in China. こういう感じのですね、像になっております。Do you notice anything about this statue compared to the one that's sitting on the chair? They do look different. I take very close photos of all the statues I see, yeah. so that I can compare. Like I take close photos of their faces and their feet and their hands and that sort of thing. Feet and hands. Yeah, and everything about them to see how the workmanship. This does look different than some of the others. Look at the eyes, how hollow this is. で、この像とですね、座っている像と何か違いはありますかって言ったんで、写真撮っていますと言ってまで。It's raining tonight, so this is sort of perfect cinematography. で、この目を見てほしいんですけど、でも今日は雨が降っているので、このとてもそういう意味ではこの雨はですね、パーフェクトなタイミングかもしれないんですけど、
So you're saying like this lady look like crying, right? Well, she looks like she's crying because of the rain. まあ雨が降ってるから泣いているように見え Can ま you す。ask readers what does this は symbol い mean? Okay, I will. この後ろの建物があるんですけど、この建物の後ろなんか日の丸となんなんだっていう感じのマークがありまして、黒地に赤い丸なんですよ。でちょうどこの写真を撮ろうとしてここに立つと、この女性の後ろにそれが映るような位置関係になっているんですよね。だからこの像とセットでこれが描かれているのか何なのかちょっとわからないんですけど、でも一応これ近づいて何なのかなと思ったら、この下に看板があってですね、こっちに看板が、この看板がアカデミー・オブ・アート・ユニバーシティって書いてあるんですよ。だからこのアカデミー・アート・オブ・アート・ユニバーシティ、この大学 美大のマーク色が一緒なんですよね。だから、この大学自体がこの慰安婦像と関係しているのか何なのか、でも関係なくこれはこれだけであるのか、これはちょっと調べないといけない。何かこれ分かる方いますか？黒地に赤丸、これは何か意味する国旗なんでしょうかね。もし分かる方がいらっしゃいましたら教えていただいたらありがたいんですけど、黒地に赤丸、プライベートなカレッジ。Somebody wrote this. Steve. What does it say? It's not about the flag, but it's about the one man who created the statue. Oh, what does it say about him? It says Stephen White Is a Carmel-based sculptor who made those the girls. Yeah. Right. Thank you. Thank you for looking that up. I've forgotten some of this. It's been 4 years since they put it up, and I was over in Hong Kong doing other things for a long time. And by the way, there's a Comfort Women statue in Hong Kong too, which I live streamed from numerous times. Here, I put a better light on him now. Thank you. 香港でもこの慰安婦像が建てられていると。でライトがOK、ちょっと離れてライトがあるので見やすくなりました。こういう感じですね。Yes, please.はい、こんな感じですね。で、これがOkay, so can I ask them if they wanna? Yeah. Any Ask questions? And then. はい。ではですね、皆さんもしよろしければ質問がある方、Okay, maybe we should move over there. To the light. Yes. Okay. Maybe this one. There we go. はい。 Okay. では皆さん質問がある方いらっしゃったらですね、また前みたいに質問を受けたいと思いますが、英語でやっていただ日本語でもいいんですけど、英語でやっていただいた方がいいんですけどね。I see some English going by, but it's difficult to read with the water on the screen and Yeah.
Let's see. What does it say? Somebody looked up about the flag. Oh, the flag. 日の丸 on a black background. This flag is the flag of the Oh, uh-oh. Of the flag. Oh. Oh, we just lost the screen. Okay, we got it again. Hold on. Where? It's the flag of the, and then we lost the comment. It's gone. Scrolling Oh, up. There it is. Okay, what does it say? On the black background, this flag is the flag of the Soma family of the Lord General, and it is said that it represents the sun that illuminates the darkness of this world. Is it Chinese? No, I think it's about one of the family back in old Japan. Oh, I see. In Japan. Okay. And what is this? There's one in English. Do you know anything about why the Chinese mayor of San Francisco died at home? He died after placing the statue there. No, I don't know. You don't know. この市長がですね、当時中華系の市長だったんですけど亡くなったんですよ。そのことについて知ってますかって質問だったんですが、知りませんということですね。Do you know anything about why the China? これ同じですね。Do you know things? Okay. How do you think the whole things would become like? I don't know, like that in the future? Oh wait, I'm sorry. Which? Do you? This one. How do you think the whole things would become like? With the information war, it depends on many things. For instance, will we wake up enough Japanese and Americans to actually do something? Obviously, since we started in 2014, now there was I was fighting before, but really hard fighting, I started in 2014, more focused on CCP than anything else, right? And millions of people have come on board since then. But we have to keep, the more people that we wake up, the more power we have, so that every little push that millions of us do has a big effect. For instance, on who we support, whether it's corporate, our buying habits, or who we elect. 2014年からこの対中共に関して力を私は入れてこの慰安婦問題にも取り組んできたんですけど、その時から相当の数の日本人アメリカ人が目を覚ましてきてはいます。でもまだまだこれからもっともっと多くの人の目を覚まさなければいけません。What did you think said about corporate? For instance, who do we buy from? Are we going to continue to make many of our incredibly important electronics in China? Are we going to continue to manufacture cars in countries that use the profits to attack us and buy weapons to attack in the future Japan and certainly Taiwan and the United States? この中国と関係のある企業から物を我々は買い続けるのでしょうかと、要するにそういった敵と分かったところの会社ではないところを、考えなければいけないんじゃないですかっていう答えだと思います。質問が結構大きな質問だったので的確にその質問に答えられたかどうかはちょっとわからないんですけど、他にありますでしょうか？ Do you know Any quick questions? And I've got to actually make a phone call about my interview in Hong Kong tomorrow about Jimmy Lai. Okay. But you can keep going. But I've got to do this scheduled call. Okay. I think I've done enough. Okay. I hope we've answered the key questions. That there's so many that come by, it's hard to actually see. Okay, so let me ask you one more thing. Okay. 私からの質問というかですね、こういうふうにしてアメリカ人の立場で、同じ中共という敵のために慰安婦像問題などもかなり力を入れてるんですけど、今さっきおっしゃったようにかなりですね調査にお金がかかるということで、
調査が、滞ってしまっているという話もしてたんですけれども、So, I was saying that you've been doing this fight, comfort women issue, dealing with this issue for a long time, but since it costs a lot of money and time, and there are other issues that you need to focus on. Yes, that's why I still, as you see, I very often mention comfort women. I mention it to key people. For instance, you see, that's pointing down. You see, for instance, you see a professor in the United States, where was it, Harvard, just got attacked. Oh, yeah. I wasn't in direct communication with him, but you can see that he's saying the sorts of things that my team and I started publishing in 2014. Chances are he probably got it directly or indirectly from us. I mean, this is spreading. For instance, I've flown to Korea and other places to spend a lot of time with a lot of journalists to lay out the evidence in front of them. You never see that. You don't see it because the long dinners that I have and long days and nights that I spend with these people to show them evidence, then you see it in articles come out, but it doesn't have my name on it, right? It doesn't have our name on it. It's behind the scenes. Mm-hmm. So how can we, we need your help. Japan needs your help. Right. What should we do? Well, for me, it's kind of too late because the funding is not there and I'm back in the United States. I'm going to continue to work on Japan-U.S. issues because the alliance between Japan and the United States is number one in the world. It's the most important alliance. But now, we've got a potential civil war starting in the United States. And so I'm going to be here, concerned about that. But at some point, I will come back to Japan, and I should do a speaking tour when this CCP virus is finally under control, if that happens. And we should talk about this in person at big Tokyo and Kyoto and different places, and fill the stadium and talk, and then go to dinner afterwards and talk about this, and then we can spend until midnight talking about it, because it's very important. That we don't just talk about it, but that you take the information away and share it with friends, and especially journalists and that sort of thing, because then we can leverage our time to, for instance, when I went to Korea, I spent most of my time with journalists, not actually writing for the public. I did some of that. You can see some of the things I published from Korea and about Korea, but I spent most of my time actually recruiting journalists. In Germany? Mostly they were Western journalists in Korea. So you'll see some stories came out from Korea. Look at Andrew Salmon as an example. Andrew Salmon, I spent a great deal of time with Andrew Salmon and showed him the light, and you can see that then it brought questions to his mind about the veracity or the truth of this clear information operation. So you can see that affected his writing in a very positive way. Okay, thank you very much. I will explain what is happening here. Thank you very much. Sure. 今ですね、私が最後に聞いたのは、要するに今アメリカに帰ってこられて、さよならと、帰ってこられて、いるわけなんですけど、こういった貴重ななんて言うんでしょう、調査、活動をしているということで、もっともっと日本の我々はマイケル・ヨンさんの力が必要ですというふうに話したんですけれども、しかしこの、さっき言ってたのは、この活動を継続するにもかなりやはり資金も必要で、当時ですね、その資金の面もあって継続ができなくなってしまったと。で今やっぱりこの、マイケル・ヨンさんはアメリカがファーストでありますから、中共って同じ敵ではありますけど、でアメリカで今内戦の危機があるということで、そういったこの国内の問題の対処のためにアメリカに帰ってきているということもあって、For me it's kind of too late って厳しいことを言ってましたね。私がさっきですね、日本 We need your help, Japan needs your help、 日本はあなたの、ヘルプが必要ですと言ったら、でもちょっともう遅いんじゃない、遅いと言ってました。でもですね、この中共のコロナウイルスの
問題が収まったらまた、日本にも行く機会もあればですね、講演などするとか、あるいはジャーナリストを、リクルートしてこの運動を一緒にやるような人を掘り起こすとか、いろんなこの活動をしてるんですけど、自分の名前が公に出てくることはなくて、記事として出てくるとかですね。今なんか一人誰か来ましたね。記事という形で出てくるんだけれども、そのなんて言うんでしょう、草の根の地道の元々の活動っていうものを自分たちはずっとやっているんだと言ってました。で、そういうわけでですね、私的にはもう遅いって言わせてしまうこと自体とっても申し訳ないなと、今思ったんですけど、ちょっと反対側を映しましょうか。なんか、様子を見に来たのか何なのか分かんないですけど、慰安婦像を見ることもなくスーッとあっちから歩いていき、この角の方まで行ってまた戻っていったっていう、多分様子見でしょうね。ちょっとはい、さっきの話に戻りますけれども、奥に消えていきました。はい。で、この問題ですね、ずっとやってきて、こんなにですね、根本的な本当の意味での情報戦を戦う人、日本にとって相当な見方なんですけれども、その人の力を我々は要するにもっと力を貸してもらわなければ、ならないですから、我々それをですね考えなければなりません。はい。ということでですね、そろそろここであまり遅くなってもいますので、そもそもの夜遅くなっている危険性っていうのもありますから、これで、これを締めたいと思いますが、こういったここに来てこういった現状を説明していただいて分かったわけなんですけど、その次っていうのがまた必要になるわけですよね。で、やっぱりこういう日本に大きな力を貸してくれるマイケル・ヨンさん、あるいは別のチームの人たち、などにですね、引き続き、力を貸していただけるように我々日本人もですね動かなければならないと、思います。ちょっと私自身はどうやってこの支援するか分かんないんですけど、このホームページでまた活動を、この支援できるのもあると思いますので、ぜひですねこの活動を続けてほしいということで、力を貸していただける方がいましたら、このマイケル・ヨンさんのホームページに行っていただいて、メールでですねぜひ慰安婦問題について引き続き調査をぜひ、よろしくお願いしますと、日本に力を貸してくださいというふうにメッセージを送っていただいたりとか、あるいは直接のこの支援、をぜひよろしくお願いします。私からも呼びかけをさせていただきたいと思います。一緒にマイケル・ヨンさんにお願いしましょうそういうことです。はい。では今日はですね、サンフランシスコの方から、宗教がもう隠れもせずに情報工作をしているいわゆる慰安婦問題、慰安婦像の現場から生配信を、しました。これからも引き続きですね、この現場の様子、いろんなことを配信していきたいと思います。アメリカ国内からも、そして帰国してから日本からもまた引き続きこういう発信を、していきたいなと。ライブ配信、保守系ライブ配信型チャンネルっていうのをやってみたいなと思っております。ということでですね、皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ、周りの方に、次はバトンタッチということで広めていただきたいと思います。それでは皆さん、また次の配信でお会いしましょう。